こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていくんですが、今日は特別会ということで、先週10月19日土曜日、近畿大学産業理工学部茅野森祭2024で FM 福岡アナウンサーの愛知さんと行った公開録音の模様をお送りしていこうと思うんですが、いいですね。いや楽しかったですね。楽しかったですね、なんか本当にしっかりした、いやびっくりね、その運営というか、その実行委員会の方たち、そうだね、あれが学祭かと。なんかあれ学祭じゃなかったよ、気分的にマジでちゃんとしてたね。なんか本当になんか普通に現場来てるみたいな、そうそう、みんな本当にちゃんと自分の仕事をこなして、そうそう、この茅野森祭というものをちゃんと楽しいものにしようっていう熱意がめちゃくちゃ伝わってきた。でね、聞いたらね、この日だけの開催、そう1日だけ、だから本当に、だからこの1日のためにね、何ヶ月もいや本当よ、ね、前話した前川さんとかさ、そう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 、ほぼ1年ぐらいかな、やってたのかな、準備期間。いやね、まあだと思うよ。だし雨で中止にならなくてよかったね。よかった、本当それは思う。よかった、ということで見てみますか、聞いてみるか、聞いてみる、そうね、今日はそれを聞く回ですので、はい、放送回ですので、それでは公開録音当日の模様をどうぞ。ファイヤーマサラカ、スパイヤーマサラカ、それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイヤーマサラカ、スパイヤーのマサラカ、よろしくお願いします。スパイヤーのボーカル陽介さん、健太さんです。よろしくお願いします。さあ、番組初の公開録音ですけれども、いや本当ですね、めっちゃ緊張しますね、今のお気持ち、そして会場の様子ご覧になっていかがですか？いやもうこんな学生の皆さんがね、こう本当に数ヶ月、わかんない、1年なのかもしれない、もう頑張ってこの日を用意したところで、全くトークのプロでもない僕らが話をしていいのかっていう本当だよね、その緊張感が半端ないですね。いや FM 福岡でレギュラー番組を持っている、パーソナリティのお二人ですからね。学園祭がね、健太さんは、スパイヤーとしても、いろんな学園祭にこれまでお遊びに行かれたりとか、トークライブされたりしてるんですよね。そうですね、いつぶりですか？いやもう7年とか8年とかそういう期間じゃないですかね、多分。結構久しぶりで。いやだからなんか本当に、なんか今もうざわざわしてますよ僕は。やっぱね、こう学生さんがたくさんいらっしゃるこのキャンパス内、なんかね、歩くだけでちょっとね、若返りますよね、やっぱね、楽しい気持ちにはなりますね。陽介さんどうですか？ご自分が大学通われてた時の学園祭のこととか思い出しますか？あんま行ってないんですよね、学園祭。あんま行ってないのか。1回しか行かなかったです。あ、そうなんですね。だから嬉しいですね、なんか学生でもないのにこういうところに来させていただいて本当にありがとうございます。今日はこの学園祭のステージにお招きしておりますが、スパイヤーのバサラカ公開録音ということでお届けしていきたいと思います。お願いします。今日は番組で遊びに来させていただいているので、番組で普段行っているコーナーをお届けしていきたいと思います。それではまず早速一つ目のコーナーに行きたいと思います。それでは陽介さん、タイトルコールお願いします。はい、友達の話なんですけどちょっとね、こう小声になりましたけれども、陽介さん、どんなコーナーですか？このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いた恥ずかしい話を送ってもらうコーナーです。あくまでも友達の恥ずかしい話なので、僕たちは絶対に決していやそれあんたの話でしょなんてことは言わないのでご安心ください、ということで皆さんからあくまで友達から聞いた恥ずかしい話を、なんか今日実際に学生さんがいるとお伺いしましたが、学生、その来てくれる学生さんの友達の話ってことですね。そうですね。あくまでも持ってきてくれた友達の話を持ってきてくれる学生さんがいらっしゃいます。すごい。今日このステージに実際にご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お名前から教えてください。はい、明日頑張るマンと申します。明日頑張るマンさん、よろしくお願いします。これ友達の話を持ってきてくれたんですよね。一応友達の一応ね、あくまでもね。あくまでもはい、そうです。
では聞いてみたいですね。はい、ちょっといいですか、お友達の話、よろしくお願いします。あくまでも友達の話なんですけど、小学生の時に夜遅くまでゲームをしていたんですよ。それで、明日学校大丈夫かなと思いながら寝て、次の日起きて時計を見たらなんとびっくり11時だったんですよ。もう本当に絶望で、もう本当にやばいって焦って、友達がね、そのまま友達がですね、友達がですね、それもそのまま家をもう飛び出たんですよ。もう本当にずっとダッシュで学校まで行って、そしたらクラスのみんなもうそして先生もずっとじーっと、その友達の方を凝視してるわけね、見ているわけなんですよ。恥ずかしいね。なんでかなと思って、その友達の友達が友達の友達がちょっと下見てみなよって言うんですよ。なんでかなと思って下を見たら、まさかのパジャマのズボンを着ていたって。可愛らしい。可愛らしいね。一応ズボンは履いてたんだ。一応ズボン履いてましたね。よかったね。一応そこだけは安心だったんですけど。安心だね。死ぬほど恥ずかしいね。上は着替えてたんですよ。謎だね。靴も普通に普通のやつを履いてるんですよ。ズボンだけなんですよ。不思議なことが起こるね、それはだいぶ。もう寝起きでもうすぐに行っちゃったっていうのもあって、もう頭が回ってなかったのかなっていう。あるよね、それね、めちゃくちゃあると思う。確かに俺も友達がそういうことをした人はいたんですか。一緒の多分その友達は多分これ俺の本当の友達なんだけど、本当の友達の話だから。そうか明日頑張るマンの友達の話だよね。俺も友達の話で、多分もう全く一緒の状況。なんか今本人の多分友達側の体験じゃないですか、それ。でも教室の中にいる側の体験としては、あれね、すごい足音鳴ってんのよ、走ってきてる時って。急いでるから。そうなんかタッタッタッタとかじゃないわけ。もうババババババって音がして、でも息がすごいの。はぁみたいな。どうしたみたいになるわけ。息とか考えられるあれじゃないからね。でガーンって開いてパッて見た時に、そいつはパンツだった。それ健太さんのお友達なんて声かけたんですか。多分先生がその時はちょっとって言って、そのままこう教室の外にちょっとって言って、そうで多分一回きっと返されて着替えてきたんだと思うんですけど、全くだから一緒の状況があったわ。それ結局パジャマはどうしたの？もうそのままもう恥ずかしいってなって、もう一言も話さずに扉バンと閉めて、もうそのままダッシュで帰りました。休め。そうだね。いやもう休まずに帰って着替えてもう一度行きました。すごい偉いね。友達ね、偉いですね。その後大丈夫だ？変なあだ名とかつけられなかった？もう大丈夫でした、一応。よかったね。めちゃくちゃいい友達だったんだね、周りね。もう本当良かったっす。友達の友達がね。そうです。友達の友達ですね。あくまでもお友達が。あくまでも。いや、素晴らしい話ですね。今でも覚えてるぐらい印象的な友達の話だったんですね。そうですね。大人だったら思い出が。大人はアウトです。大人はアウトですからね。子供の頃でよかったです。ありがとうございました。明日頑張りました。ありがとうございました。いい話。これでもやっぱり僕らほどやっぱり下ネタになんないね。いや学生さんだよ。そうだね。で何時だと思ってまだ5時だよ。そうだね。でこんな人の前であくまでも友達の話を言うわけですよ。そうですね。言えないよ。そうね。ちなみに僕らこれやってる時はだいたい9割5分お尻の話になる。そうですね。なんか最後なぜかお尻の話。お尻の話なんですけどじゃないですよね。友達のお尻の話。お尻の話じゃないんですよ。友達の話を紹介するコーナーなんでね。お二人ほどほどにしていただいて。ありがとうございました。以上友達の話なんですけどお届けしました。ありがとうございます。さあということで友達の話なんですけども、当日の模様をお届けしましたが、俺はすごいなって思ったね。この声聞いてるだけじゃ分かんないかもしれないですけど、そうだね、ステージの真正面というかど真ん中に立たされて、俺らと愛知さんの間に立たされて、
マイク渡されてやらされてる感あるじゃんそれでいやいやでも立たされてたよ。だって俺らとアイスさんはさ、両サイドで座ってるわけじゃん、その中に「はいどうぞ」って立たされてさ、喋れないよ普通。いやでも、あそこに気迫を感じたよね。感じた。言ってやるぞっていう、だってさ下手したらさ、友達の話だけどさ、その友達のことをね、変な目で見られちゃうかも恥ずかしめることになるからねなるかもしれない、そんなでも覚悟を持って来てくれて、ね、いや本当に本当、でね可愛らしい話もあったりね。そうだね本当に。パジャマは可愛いね。パジャマ可愛いでもあれね小学生ぐらいにあるあるだと思うんだよね結構場ではあんま言わなかったけど、俺途中までだったらあるもん。どういうこと？バッと来てうわーってなってうわーって出てってパンツだったっていうのあるもん俺。で、教室までに学校に行く前にそう気づいたからうわおって思ってそれで当時さなんていうのボクサーパンツとかだったらブリーフだったら正直わかるね。わかるじゃん、トランクスだったらわかんないね。トランクスってヒラヒラしてっから、なんかちょっと半ズボン履いてる感じのさ気分だから、違和感がない状態で出ちゃったから、夏場とかねトランクスのまま寝ちゃったりしてるからね。だったから結構小学生ぐらいまである気がするね、小中ぐらいは。ないありますよね。わかりますよ、男子は結構多分わかると思う。あるあるだと思うな。まあでもねそういうのも話してくれて、そうだね本当にパンツっていうあだ名にならなくてよかったなって思うよね。パジャマとかね、そうまあでもね本当に感謝してます。いや本当ね何に感謝したの？いや喋ってくれたのね。いやありがたいですね。まだまだでもあるみたいですね。それでは引き続き公開録音当日の模様をどうぞ。今日はねこの大学の学園祭にお邪魔しておりまして、たくさんの学生さんも遊びに来ていただいておりますけれども、大学生って本当になんか人生の夏休みって言われるぐらいすごくね謳歌できる最高の期間ではあるんですけれども、すぐ目の前に社会人という、こう社会の波にこう出る直前っていうちょっと不安とか壁も感じるような期間だと思うんですよね。だからそれだけたくさん悩みを抱えている学生さんも多いと思うんですよ。ということで人生の先輩であるお二人には悩める学生さんたちの悩みを聞いて解決していただきたいなと思います。それでは番組でもおなじみのあのコーナーのタイトルコールをお二人よろしくお願いします。陽介健太郎お悩み相談、答えちゃいましょうね。今日はそうですよ、このコーナーも公開録音ということで、先ほどに引き続きお悩みを抱えた学生さんがステージに登場してくれます。より緊張感のあるお悩み相談ですね。そうですね、ご本人を目の前にそうですよ、バシッと答えていただきたいなと思っておりますが、ではお一人目どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。拍手でお迎えください。こんにちは。こんにちは。お願いします。ではお名前からお願いします。はい、ミスターゼロと申します。ミスターゼロ。ミスターゼロ。なんかいいですね。謎の感じがいいです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあそんなミスターゼロさんが抱えているお悩みお二人にぶつけていただきたいと思います。なんでしょう。はい。まず大前提としてメンズコーチって知ってますか？メンズコーチ。はい。巷で今有名なあれだよ。それやばいって。厳しいってとか分かったジョージねというものがあるんですけど全然お友達とかじゃないんだけどはいで最近友達から恋愛とか人生とかもうそういう幅広いものに対してよくコーチングをされるんですね。説教みたいなことですね。人生ってこういうものだよ、君はこうした方がいいんだ、じゃあどうする、みたいなことをしょっちゅうやられてうんざりしているんですね。はい、もう枕を涙で濡らす日もありまして結構詰められてるねそれが。もうかれこれ1年ぐらい。まあ長い。そこでなんですけど、悔しいじゃないですか。まあね。で一番嫌なのが、それをしてる相手がめちゃめちゃ気持ちよさそうなんですよ。よくいるね。でもうどうにか相手のことをギャフンと言わせるためになんかいい方法ないですかね。いやでもそれは確かに1年間はちょっと長いね。きついね。なんかそれこそご飯食べに行った時の5分とかじゃないってことでしょ。そうですね。もうご飯食べてる時ももう授業の合間ももう常にはいで何かネタを見つけてくるともうグループラインでグループラインはい
何人ぐらいいるんですか？7人ぐらいですかね。その7人の中の要は1人がコーチングをメインにしてるコーチがいるわけでしょ。そうです。他の6人は生徒みたいになってるの？他の6人も、やられることもあれば、大体そうですね、僕がやられるんで、矛先はこっちに向いちゃうんだ。そうです。でもう他の周りもうんみたいな感じなんですよね。コーチングはどうすか？もうこれ本人に目の前にしちゃうとなんかあれじゃないの？ズバッといけないね、なんかちょっとね緊張しちゃいますよね。そう緊張感あるから、まあお二人どうですか？そうだよね、多分ね、ミスターゼロ君が直接言うよりかはね、こうやって第三者が言った方がさ、まあそうね、人の嫌がることはやめましょう。そうですすごいまっすぐにまっとうなことを言っていただきました。いや本当そうですよ。でも優しいよ。人の嫌がることはやめましょうっていうのは、その要はね、人間関係は続けたままちゃんとそういうねことを距離感をちゃんと守ったままね。それを言わなかったら、その彼はずっと多分これからもミスターゼロ君以外にもやり続けちゃう可能性もあるじゃないですか。確かに。そうですね。でも俺だから本当に孤立して一人で YouTube 始めちゃったりするんですよ。リアルな話やな。俺逆にだから陽介優しいって思ったのは、ちゃんとコーチに人の嫌がることやめた方がいいよって本当に優しさじゃないですか。彼の将来を見据えて注意してあげる。確かに。でも逆と言わすなら別にそのままで俺はいいと思うんですよ。なるほど。一人で YouTube 始めればいいと思う。なるほど。じゃない？正反対だな2人。そうだ、俺は多分それこそ寒気したよ今。で陽介とかはさまださ26歳とかだから多分学生のみんなに割と近めの。そうですね。それで俺40とかになるからもっと離れてるわけよ。だからここまで来るとそういう性格のやつって視界からいなくなる存在になるからすっごい長い目で見ないといけないけど、今から10年後にそのコーチングをしてるやつがまだコーチングをしてたら、多分それはもう淘汰されていく存在だから、右から左に流す技術を自分で身につけるってやると、また言ってるわこいつってやるとその人はどんどん落ちていく。こっから合わない人間とか友達っていずれ離れるから、ギャフンと言わせるためにあえて今耐えてみるみたいな。だから一番性格の悪い方法だよこれは。正直ね。正直これはおすすめはしない、あんまり。でも真正面からその彼とぶつかりたいんだったらもう縁を切るか、やっぱり陽介のあれだよね、人の嫌がることやめた方がいいと思うよ、みんなこのグループラインの6人みんな嫌がってるよって言って一回喧嘩をしてみる。そうするとその後仲良くなるから大体。雨降って地固まるみたいな。素晴らしい。だからこの2択をやっぱりこうミスターゼロ君に選んでほしい。どうですか？本気で性格の悪い方か、本気で友達とぶつかってみるか、2択です。今のところどちらでいきますか？いやちょっと一回この後黙って見てみてどうなる健太さん寄りでした。そうですね。性格の悪い方を選ぶかもしれないですね。もうこれからちょっとずつハッシュタグツイッターでその後の様子みたいな載せてこうかなと思います。ぜひこう私たちに分かるようにハッシュタグバサラカで、ハッシュタグバサラカでやるの？番組に届きますんで。いやでもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ミスターゼロさんでした。ありがとうございました。いや性格悪いね俺のねやり方はね。しかもさあの瞬間ちょっと風がふって本当に寒気してきたって。正反対のねお二人ですけどもね、じゃあ続いての方ご登場いただきましょう。はい、よろしくお願いします。拍手でお迎えください。お願いします。前の方へどうぞ。お名前教えてください。歌うの大好きです。歌うの大好きさん。はい、ではお悩みどうぞお二人にぶつけてください。僕今大学2年生でそろそろ就活とか考え出す時期かなと思って、ここにいる人たちもそういう人いるかなと思うんですけど、スパイエアの方々は音楽の道で活動されてるじゃないですか。結構茨な道だと思うんですけど、音楽の道で生きていくと決めた決断みたいな理由みたいなあったら。じゃあ音楽で生きたいって思ってる。選択肢の一つです。選択肢。そうね。だから陽介の多分年代と、さっきお話したけど26歳で俺40だから、もっともっと前の世代だから、僕らの世代はどっちかっていうと1個のことをまっすぐそれだけをやるっていうのが美学とされてた時代だったの。でも陽介たちの年代とかも今のさ、歌うの大好きくんとかその大学生の子たちの世代っていろんなことをやってその中から1個芽が出たものとか選択をできるようにするっていうやり方じゃん。でこれは別にどっちがいい悪いじゃなくて、僕らの場合はもう疑いがなかったのよ。そうだからもう音楽をやってます。
それこそ20歳とかその時に、それこそみんな就職したりいろんなことになってたけど、僕に関してはもう音楽で食ってくんだろうなっていうわけのわかんない思い込みをしてたから、迷ってない。なるほどね。もう食っていけるでしょうっていうのでやってたから、だからもうそのやり方は多分今通じないと思うから、どっちかっていうと陽介だと思うわ。あ、本当。そうで陽介もだから選択肢の中からこう選べる世代だったから。僕はだからなんだろう、まあちっちゃい頃からずっとやっぱ音楽でミュージシャンになりたいっていうのはあったんだけど、やっぱりなんだろう、僕も大学行ってたから、本当その周りが就活をやりだしてみたいな、もう就活とか1ミリもやんなかったです。で本当にでもそれでやっぱなんだろう、夢と現実ってもうほど遠い瞬間とかってすごいあると思うんですけど、でもなんだろう、そこで諦めちゃったらそれは本当にそこで諦めるぐらいの夢だったっていう感じだと思うんですよね。だからどんだけこう周りに置いていかれたりしても、どんだけ周りからバカにされてもやり続けるっていうのはその選択肢の一個として持っておく。でその選択肢が自分の夢だった時にそれをもう一回見つめた時に他にも選択肢ありますみたいな、例えばじゃあ就職しますとか起業しますとかいろいろあると思うんですけど、その時にじゃあ音楽がありますってなった時にそっちを捨ててそっちを掴んだ時に後悔がないかだと思うんですよね。だからなんだろうね。いやでもそれはそう本当後悔がないかどうかだね。そう後悔するぐらいだったらそれぐらいの決意だったり意思だったっていうことがあるんで、本当に好きだったらそこで絶対諦めないし、なんかどんだけうまくいかなくてもどんだけ金がなかろうと、なんとか這いつくばってやろうとするんで、そういう人って俺もそうだったし。金なさそうだったもんね最初の半端ない。もう死ぬほど金なさそうだったんで。オーディション行った時俺ネカフェに泊まったもんね。いやびっくりよね。そうだった。そうだからでもなんとかやってもやりたいって思うものだったら、それは絶対自分の夢だってその信念持っていいと思うので、そこかな。だからそう決断した時っていうのは。どうですか、歌うの大好きさん。いや貴重な意見ありがとうございます。いやこんなかなかねスパイアのお二人からこうやってね背中をというか言葉をいただけることもないと思いますけれども、でもどこ行っても茨の道はでも茨の道です。これみんなこれ勘違いしがちなんですけど、俺は本当に社会で生きていけなかったからこうなってる。だから社会で生きていくのも多分茨だと思うし、正直でこういう専門職で行く人もみんな茨だと思うし、ただもう好きなことっていうのでそれを耐えられるんだったらやっぱそれをもうそれが本当に好きなものだもんね。それは何でも耐えられるからとりあえずは大丈夫だと思います。好きならいいコーナーですね。いいコーナーですね。お尻の話をしていたとは思えないいいコーナーで、本当にね、歌うの大好きさん軽音楽部で活動していてスパイアも大好きだということなのでね、なんか将来もしねボーカリストになったら共演とかできたらいいですよね。ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで陽介健太のお悩み相談でした。お二人ありがとうございました。さあもうあっという間に公開録音も終わりが近づいてきております。早いですね。はい、もうあっという間でしたけれども、お二人今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。本当に特にね学生さんの皆さんもこんな呼んでいただきちゃってありがたいですね。照明まであるよ。もう終わりなんですか？終わりですね。もうお時間もそろそろって感じですけど。いい時間ですね。お腹空きました。お腹空きました。ご飯食べに行く？やる？何やるって何ですか、健太さん？でもなんかあれね、見てオレンジっぽいよ。確かにちょっと空がオレンジ。今日雨予報でしたよね。雨予報だったんですけど、なんかこの時間だけね、そう晴らしてくれるとちょっとねオレンジづいてきましたよ。そうですね。陽介が雨回避男だ。回避男。この前のね野音でもすごかったみたいですね。晴れ男じゃないんで。雨回避男、素晴らしいことじゃないですか。いやでもなんか陽介がすごいね楽屋で練習してたんです。もしかして。いやもう本当にもう今日は愛知さんがこうやって回してくれて、僕らは喋るのが本業でもないところでこうやって喋らせていただいて、で皆さんも集まっていただいて、せっかくなので一曲やってきますか？そうですね。本当ですか。
ありがとうございます。それやんないと本当に誰だったのあいつ。そうなっちゃうからね。スパイアであることを、そうはい、なんとこの後今日特別に1曲このステージで披露していただけるということです。いやでも本当にこれなかったらね、単純になんかおしゃべりしに来た金髪とおじさんみたいになっちゃうからね。本当にちゃんと本業はやっとかないといけないですね。そうですね。でもどうですか、こうやって学園祭のステージっていうのはやっぱりいつものライブハウスだったりとか野音のステージとも全然違う感覚だと思うんですけども、はい、全然違うですよね。やっぱりここ最近で一番緊張します。本当ですか。本当そうね。何がやっぱ一番緊張させる要因ですか。なんだろうね。いやでも俺は座ってるから。座ってるから。そういうこと？立ちじゃなくて。座ってるから緊張するんだ。そう緊張しちゃうね。で俺はでもやっぱ学生さんが作ったこのイベントっていうのに本業じゃないお話で来てるっていうのが一番緊張する。だから逆に本業やらせてもらった方がありがたい。いや閉まる。ギター弾くのは俺今んとこ本業じゃない。そうだね、違うね。確かにね。確かに歌だもんね。ボーカルですからね。でも言うたら俺カホンも別に本業じゃないのよ。確かに。向こうにあるドラムの方がね本業なんだけど、打楽器とね歌で披露していただきますよ。いやでも本当にね、そう雲の向こうがね若干こう夕焼けづいてる感じがあるんですよ。じゃあこの天候にぴったりな一曲をお二人が披露してくださるということです。いやーちょっとねトークイベントをお届けするということでしたが、サプライズで皆さんには素敵なスパイアの楽曲を聴いていただきたいと思います。でもやっぱり思いますね。トークの時にご飯食べてたであろう後ろのみんながゾロゾロと曲やるよって言った瞬間集まってくる感じはやっぱりこっちが本業なんだなっては思いますね。そうですね。アーティストのお二人にここからはねステージお任せしたいと思います。それでは皆さん大きな拍手を。ライブステージです。スパイアのバサラカ。はい、ということで今日は先週10月19日土曜日近畿大学産業理工学部茅野森祭2024で行った公開録音の模様をお送りしましたが、はい、盛りだくさんでしたね。いやなんか本来あるべきお悩み相談の姿があそこで発揮されたなってね。そうであれをさ、なんだろうちゃんとさ面と向かって、言えたのが良かったと思う。良かったね。確かにここで多分あれを話してたら俺はもっと辛辣な言葉を放ってた気がする。そうだよね、そんな気はする。ちゃんとねお悩みをねくれた方の顔を見ながら話すとより伝わった感はありましたね。やっぱ年代っていうのは悩む年だよね。いろんなことをだから本当にやれてよかったですね。いやめちゃくちゃよかった、やっぱりみんなのなんか覇気とか正気みたいなこの眼差しから感じれたから、とっても僕らも刺激を受けた回だったなと思いますね。また機会があったらやりたいよね。ぜひぜひ。学祭は本当、お願いしたい。シーズン的にはでももう来年になっちゃうのかな。そう来年だろうね多分。春か秋のどっちかだろうね。じゃあ来年まで続けなきゃね。お願いします。お願いします。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も番組を聞いていただきありがとうございました。来週は通常回をお送りしますのでお楽しみに、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。